私たちが普段呼吸している酸素は地球の大気中にはもともと全く含まれていませんでした。酸素を発生する光合成生物が誕生した後も大気中の酸素濃度は低いままだと考えられています。それが今から約 24.5 億年前から20億年前にかけて大酸化イベントと呼ばれる現象が生じて大気中の酸素濃度が急激に上昇したということが知られています。この時期になぜ大酸化イベントが生じたのかという問題は地球がハビタブルな惑星として進化する上で非常に重要な問題なんですけれども、まだ必ずしもよく理解されているわけではありません。今回私たちはこの大酸化イベントの直前にあたる約25億年前に生じた大気酸素濃度の揺らぎと呼ばれる酸素濃度の微小な増加イベントというものに着目してその発生メカニズムについての研究を行いました。実はですね、大気酸素濃度の揺らぎの直前にですね、大規模な火山活動が生じたということを示唆する地質学的な証拠が最近見つかりました。しかし両者の関係はよく分かっていませんでした。そこで今回私たちは地球システムモデリングの手法を用いてですね、定量的な解析を行うことによってこの両者の関係性や揺らぎの発生メカニズムを初めて明らかにすることができました。大規模な火山活動が生じると火山ガスとして大量の二酸化炭素が大気中に放出されます。すると二酸化炭素の温室効果によって地球は温暖化します。二酸化炭素というのは雨水に溶け込んで炭酸となって大陸の岩石を溶かすという化学風化作用というのを起こしますが、温暖化によってこの化学風化作用の反応速度が増加することで生物の必須元素であるリンが海洋に大量に供給されます。この結果活発な光合成活動が誘発されて大気中の酸素濃度が一時的に増加するという現象が生じるということが今回の解析によって明確に示すことができました。面白いことにこの大気中の酸素濃度の揺らぎが生じた時期には大陸の成長というものが急速に始まったということが知られています。そして大気中の酸素濃度の揺らぎが生じるためには大陸が現在の約4割から8割程度にまで成長している必要があるということが今回初めて分かりました。さらに大気中の酸素濃度の恒久的な増加、すなわち大酸化イベントが生じるためには大陸がさらに大きく成長していなければならないということも今回分かってきました。このことは大気酸素濃度の揺らぎや大酸化イベントといった現象が生じた背景には同時期に大陸の成長が生じたということが深く関係しているという可能性があるということが示唆されます。このことは酸素を含む大気を持つハビタブルな環境を持つ地球の進化において大陸の成長という古代地球の進化が重要な役割を果たしていた可能性があるということで大変示唆に富む結果であるというふうに考えております。私たち人を含むすべての動物の生存に酸素はなくてはならないものですけれども、それがどのようにしていつどのようにして大気の主成分になったのかという問題は生命の進化とも密接な関係のある非常に重要な問題です。今回は大酸化イベント直前の酸素濃度の揺らぎという問題に焦点を当てて研究を行いましたけれども、その後大酸化イベントがどのようにして起こったのかという問題について今後研究を進めていきたいというふうに考えております。面白いことに大酸化イベントが生じたほぼ同時期にスノーボールアースイベントと呼ばれる地球全体が凍りついた
寒冷化現象が起こっていることが知られています。これらは片方がもう片方の原因であり、あるいは結果であったというふうな可能性が示唆されています。生命の進化とも密接な関係にある第三化イベントやスノーボールアースイベントがどのような関係にあったのか、あるいはどのようにしてそれが生じたのかという問題について今後理解を深めていきたいと考えております。